こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀です。新堀さん、はい、2025年も残りわずかでございますよ。そうですね、早いですね。この動画を撮ってるのが11月のある日なんですけど、今日はね、実は2025年12月のラストの動画を撮ろうと思っておりまして、冬寒い中手かじかみながらやってるんですけど、2025年の振り返りと2026年の大方針ということで、今後フライクの動画こういうことやりますよとか、ビジネス的にこういうことをやっていきますよみたいなのを視聴者の方にお届けしていきたいなと思っております。今日はクイズ形式でやっていこうと思っておりますので、事前カンニングをしていないって信じてる大滝と、実はカンニングしたっていうのをカミングアウトしたシンボリの2人でお届けしていこうと思っております。成果アドルクで作られる、早速スタートやっと逃げたじゃあ早速、今日の本題なんですけど、お話ししたいことは2つあって、1つ目が2025年の振り返りと2026年のシステム組み立てチャンネルの方針をお話をしていって、2つ目がフライクのビジネスの取り組みっていうことで、2026年こういうことを取り組んでいくよっていうのを2人で話してることももちろんあるけど、視聴者の方にお届けしていきたいなと思ってます。で、視聴者の方って大きく分けて2つパターンがあるなと思ってて、まずフライクの、見込み顧客って言ったらあれですけど、ビジネスのパートナーとして選びたいなって思っている方もいらっしゃれば、あともう一つの種類としてはフライクに入社したいみたいな人たちが混在しているし、重複もしてるんですよね。もともとはユーザーでフライクのチャンネルを見ていた人が X 経由で連絡を取り合ってみたいで、今はフライクの一員として働いてるみたいなところもあるので、どっちかわからないんですけど、しっかりとお届けしていこうかなと思ってます。ということで2025年の振り返りです。質問です。トゥルン。あれ、俺だけで一緒だから付き合ってよ。質問です。トゥルン。よっしゃ。2025年におけるシステム組み立てチャンネルの総再生時間およびチャンネル登録者数はいくつになったでしょうか。2025年の1月から今日時点なので11月中旬ぐらいまでにどれぐらい増えたでしょうか。総再生時間、視聴回数、チャンネル登録者数。消えた1年間で何人が登録したかってことですか。そうグロスでいくらじゃなくてどっから答えますか。登録者数 OKOK 4000人。残念、3030人。惜しい。なので1万人になったのが去年のタイミングで、12月の中旬ぐらいになった記憶があって、一月あたり約280人ぐらいかな、登録してもらっているので3030人です。でこれで僕であんま驚きなくて、こんなもんかなーってね、こんな B2B 向けの超ビジネスチャンネルなんで、そんなに登録者数増えるわけもないし、むしろ280人も月増えてくれてありがとうございますっていう。ありがとうございます。まだまだ登録お待ちしてます。で、こっからですよ。まず総再生時間むずいですよね。視聴回数でもいい。それ10分の動画を3分見てやめたらそれは3分だと思う。なるほど。15分×4、60、月60、×100、6000、×12 です。総再生時間。1万時間。2025年の11月時点で総再生時間が1万時間を見てくれてる。すごいですね。そう考えると発信者としてすごいなって。想像もできなかったなと思ってて、視聴回数何回と思います？どちらかというとこれ僕引いた。1万時間ですもんね。1万時間に対して何回見られてると思う？1万人いますからね、登録者数が。その人たちが1人10回見るとして10万回57万回なんですよ。すごい。多分ね、これねショートだと思います。回りますからね。じゃあ視聴回数トップ3見ないで何と思いますか？でもな、昔のやつもやっぱりありそうですもんね。キントーンとセールスソースのやつ。こんなんしてるやつね。そうあれ痩せてたよね。あれね、4年前とか10キロぐらい違うので、なんと思うね。キントーンとかボックス。なるほどね。やっぱ昔の動画な気がしますね。僕もそう思ったの。そしたらいざ見てみると違って、最近上げた動画なんですよ。2025年見られたっていう観点で言うと、セールスソース高いと思っている企業へライセンス費用最適化プランっていうのがなんと10万回。見すぎじゃん。9月の末ですよね。10月1日にローンチしたんだよね。まだ1ヶ月くらい。すごいなと思って。あとボックス導入も安心、初期導入代行77万円からっていうのも5万2000。いや、見すぎやろ。見てくれてますね。もうちょい問い合わせしてくれてもいいやんね。で、あとは60分無償相談会。やっぱみんな大滝さん怖いんだろうね。
問い合わせしたいけどどうしようみたいな人がいるんだろうなと思って悩んでるんでしょうね。これが3万回すごい。でしかもこれ10月からだからね。そうですよね。結構最近の動画ですよね。そうまあショートは入れてないけどさ、ロングで見られてるのはこれで、番外編、はい、いや今年何撮ったかなと思い出したのね。そしたら夏に撮ったんですよ。初めてうちの息子と娘が2025年時点で中2の娘と小学4年生のうちの息子が出てくれて、インタビューみたいな感じで、それがなんと1万回すごいまあまあ見られてるなと思ってっていう感じの動画でした。振り返るとね、毎月たくさん撮ってるからさ、どんな動画撮ったかもあんま覚えてないけども、味のあるコンテンツをそうですね世にローンチできたかなと思ってます。なんか嬉しいですね。50万回も見られてるっていうのは、いろんな動画全て通して、じゃあここから話は変わって、2026年のシステム組み立てチャンネルの方針を変えようと思っております。問題です、今月に何本ローンチしてるでしょうか。ショートも合わせて。ロング何本、ショート何本。3、ロング8本、ショート16本。でもそれぐらいかも。ガチめに当てにいったね。ロングは週3だから12だよね。12、ショートは週3本やってるから12本だね。しんどいんす撮る方もレビューする方もめんどくさくなっちゃうし、一つ一つのコンテンツを乱暴には撮っていないけど、もうちょっと丁寧に作りたいなみたいなところがあるので、2026年はガラッとゴロッとキリッと黒霧島的に変えようと思って超アドリブ2026年の方針は、ショート動画は週に1本から2本を想定をしてます。なので月にマックス8本をローンチしようと思ってて、どういう人がショートを見てるかって想像つきます？若者。YouTube スタジオの中からどういう人が見てるかって見れるんですけど、ほんと若年層20から25かなと25から30ってできるんですけど、そこが 90% なんですね。なのでフライクが来年2026年ターゲットにしている第二新卒26歳から30歳弱くらいまでの人たちが一番見てるそうなので、その人たちに届けたいコンテンツをショートにしていったりとか、とはいえ僕たちのビジネスをしている時にシニアのコンサルタントって必要だから、その人たち向けにちょっとカジュアルなものもあればシビアな内容、どういう風に我々が業務設計してるのかとか、どういう風なシステム設計をしてるかみたいなのをしっかり届けていこうかなと思ってショートで撮ろうと。じゃあシビアなものもショートでいくんですね。なのでロングは撮らない、ほぼほぼ撮らない、何かあった時に撮るぐらいな感じ。ってことはながらフライクがなくなっちゃうんですか。ほんと悲しいな。長らくね、あれ楽だったね。楽だった。6時ぐらいからね、お酒飲みながらでね、その理由はちゃんとあって、ながらフライクのエースって実はね、沼ちゃんなんです。そうですね。浅沼がいたから綺麗にね和みながら行くのに、彼東京に行っちゃったの。行っちゃいましたね。なので僕たち福岡だからさ取れないから、ながらフライクはお休みかなみたいな。なるほど。でも沼が2ヶ月に1回ぐらいは出張できてくれるから、その時に取るっていうのはありだけどね、今日このセットえぐくてさ、いやーすごいですね。4つカメラがさすがにね沼と一緒に撮れるのなかなかタイミング難しいので、じゃあ代わってマーケティングコンテンツは1ヶ月に2本だけ。ただ1本の動画ってさ、これまで15分とか長くて20分18分ぐらいだと思うんですけど、30分から40分の長尺になってますと。これは理由があって、見てる人たちが30歳から50歳の人が多くて、特に40から50歳の人が多いんですけど、多分ね部長とか社長の人たちが多くて、僕もショート見ないんですね。勉強するとか情報収集するときには iPad とかパソコンとかを置いてしっかり見てるんですね。むしろメモ取りながらとかやってるので、だったらもうその人たちをターゲットに再生回数も伸びないと思うし、だけど維持率がえぐいみたいなのを目指そうと思って、マーケコンテンツは2週間に1回ロングのみを30分から40分。濃いの背脂たっぷりの豚骨を胃もたれしちゃう感じのちょっと30代40代きついかもしれないですね。僕食べれないっていうのを2026年からやろうと思ってますけど、どうですか？なんか面白いですね。これまでこう毎週上げていく、何本も上げていくっていうスタンスだったのを変えて、濃いのをしっかりとこう2週間に1回届けていくっていう、ちょっとどうなるか分かんないですけど、すごく面白いなと思いました。上期はねそういう感じでやっていこうかなと思ってます。なるほど。もしこの動画を見てる方で、私たちフライクのシステム組み立てチャンネルに出たいなっていう方、一席空いてるので、だいたい3人で撮ろうと思って
て、ほう。なので私とシンボリとゲスト枠みたいな感じでフライクのメンバーで回すと決まればゲストとして登壇というか出ていただいて、その人の悩みだったりとかこういう IT ツール入れたりとかフライクのお客さんを呼んでお話しするみたいなのもありだと思うので、ちょっと思考を変えてやっていこうかなと思ってます。誰でもいいんですか？その街行くおっさんじゃなければ大丈夫ですよ。ねえ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 みたいなちょっと NG だからお客さんとか面白いし、来年の一発目に撮ろうと思ってるのは僕の好きなヒゲの濃いがたいのでかいちょっと人をね呼ぼうとしてて、あの人と濃い業務設計の話とかシステム連携組み立て図のアップデートとかっていうのを話そうと思ってます。じゃあ最後の話題なんですけど、2026年フライクの新しい取り組みということで5つ発表をしていきたいと思います。もちろんその冒頭でもお話をしましたが、このシステム組み立てチャンネルを見てる方はフライクの未来のお客さんだったりとかフライクで働きたいなって思ってる人とか意外とね同業他社見てるんですよ。そうですね、面白い、ぜひ見てほしい。世の中的なシステム導入成功率 52.8% を 100% にするにはフライクだけじゃ無理なんですよね、なのでフライクのやり方をもう徹底的にパクってほしいので、同業他社もウェルカムなんで、もう面白くない？同業他社ここに来てほしいもん。楽しそう。対談とかね、バチバチはしたくないけど、こういうことやってますよとか、それしたいけどできんとか、こういうのやりたいっちゃんねみたいな話はめちゃくちゃしたい。なのでぜひぜひ出たいなっていう方はこぞっと X でもいいですし、ホームページからのお問い合わせでもいいのでぜひご連絡ください。じゃあ2026年のビジネスの5つの取り組みということで、まず1つ目なんですけど、システム連携組み立て図を大幅にアップデートをしようと思っております。で今ねとある補助金を申請をかけておりまして、採択待ちではあるんですけど、それが採択されたら大きく分けて4つツールを導入しようと思ってて、タブロー、スノーフレーク、ハブスポット、この4つを導入しようと思ってます、どうですか？ハブスポットは私あんまり得意領域じゃないので、52っていう感じですけど、タブローとかスノーフレークはめっちゃやりたいなって個人的には思ってるので、関わりって作っていきたいですね。フライクのビジネスとしては正直入れなくてもいいし、BI ツールだったらもっと安価なものでも全然大丈夫だと思うんですけど、お客さんが企業規模がさ50億100億っていうのはちょっと当たり前になってきてる中、セールソースのダッシュボードだけとか他の BI ツールだったらちょっとチープでできないみたいなのがあったりとか、セールソースの中にデータが溜まっていないお客さんもいて、その販管とか ERP みたいなところに溜まってるところもお客さんいるから、そのデータをスノーフレーク上にちゃんと貯めてしまって、で加工をスノーフレーク上でしてタブロの方にデータ持っていこうかなみたいな時に、しっかり自社のことまで研究開発をした上でお客さんに提案したいなっていうのがあるので、スノーフレーク、タブロを、あとはハブスポットはねちょっとまだねお話できないんですけどちょっと大滝が3ヶ月6ヶ月間ぐらいちょっと温めた上で下期ぐらいにはねしっかりお話できたらなと思ってます。それと僕らのセールスクラウドバリバリ使うぞプロジェクトっていうのもやろうと思ってて、カスタムオブジェクトに逃げてるところもあるので、何年前だっけ、3年前にサンフランシスコに行って全部 AI でセールソースの中のデータを勉強するっていう観点で AI が勉強しやすい環境を整えようって話をしてたものの、なかなかそこが手がつかなくなったんですが、なんと2026年1月に4人もね社員が増えるので、そうですね、研究開発のメンバーもね1人当たりだいたい30時間から40時間稼働してくれるので、そういった観点で言うと、90時間ぐらいは絶対担保できると思うので、そこでやってもらおうかなっていうのがまず1つ目ですね。なのでシステム連携組み立て図を大幅アップデートしていくっていうのが1つ目。そして2つ目、自社のホームページを大幅刷新しようと思っているのと、あとはオウンドメディア化をしようかなと思ってて、フライクってコンテンツ多すぎるんですよ、で僕が創業した2019年かな、2020年の頭からずっとコンテンツをやってるのでたくさんあって見づらくなってしまってるなっていうのがあって、なので回遊しやすくしたいなと思うし、例えばフリーのことを調べたいなと思ったらフリーの何が調べたいかのところもしっかり分かるような状態になって、しっかりブログの中で完結してお客さん自身が課題解決できるようにオウンドメディア化しようかなと思ってます。自社媒体にするんですか？媒体にします。なのでもうすごい大変になるし、ちゃんと更新頻度とかも考えなくちゃいけないんですけど、自分たちのいいなと思ったツールとかの情報っていうのは、セールスソースとかフリーとかマネーフォワードもそうだし、僕たちってクイップからノーションに移行したりとかアカウントエンゲージメントからハブスポットに移行したりも
しているので、そのノウハウってなかなかこう他社は話してないじゃん。そうですね。忖度が発生しちゃうから、うんただ僕たちは IT ツールの利ザヤというか利用料でお金もらっていないからちゃんと第三者っていう観点で言えることたくさんあるので、そういった内容を見やすく回遊してもらおうかなって思ってるっていう感じですね。ホームページ刷新ちょっと大変なんで手伝ってくださいね。ホームページ赤コンデザインですけどどうなるんですか？まずね、多分なくなります。初めはさ、フライクっていうのを覚えてもらうためにエッジの効いた内容にしようと思ってたんですけど、今ねそれなりの人がねたくさん見てくれてるんですね、はい、大手の企業さんとかも見てくださってるし、中小の社長さんとかも見てくださってるっていうので言うと、もっと見やすくしたいなと思ってて、白基調とかちょっと目に優しい感じでいこうかなと思ってて、僕も目が見づらくなってるかもしれないってことはコーポレートカラーとかも変えていくんですか？コーポレートカラーはそのままで、コーポレートサイトとそのブログのところっていうのはちょっと分けていくかもしれない。ああ、なるほどなるほど。っていう感じで温度メディアとかは白基調とかになっていくんじゃなかろうかと思ってます。なので楽しみですねしてください。3つ目、はい、フライクね、仲間が増えるっちゃ、はい、多くなるっちゃ、2026年の1月には余命が確定をしております、はい、ご存知ですよね。はい、で計画的には2026年4月の段階では3名入る予定にしてプラスでね、はい、で僕の中の頭では1名ほぼ確定してるじゃないですか、はい、もう2名のうちの1人も確定してるじゃないですか、はい、もう1名が決まっていないけど、はい、多分3名ぐらい入るんじゃなかろうかということで、2026年の4月の段階でプラス7人に頑張らんとね。そうですね、7人か分かんないですね、どんな感じの雰囲気になるのか。でもリモートワークの人たちもいるし、東京と福岡で分かれるし、なので1拠点には 2,3 名ぐらいしか増えないしけど、一堂に集まる半年に1回とかのイベントにはワイワイガヤガヤにはなると思います。で2026年8月から10月来期ですねにはおそらく3名ぐらい入ってるんじゃなかろうか、プラスで、はい、となると2026年の11月頃にはプラス10人になってるじゃないかなと思ってて、はい、第2創業期みたいな感じですよ、人がどんどん増えていっているので、なので僕たちマネージャー陣はちゃんとオンボーディングだったりとか、自分たちの時間を新しく入るメンバーに投資していかないといけないと思ってます。続いて4つ目なんですけど、結論言うと支社を 2,3 拠点作ろうかな 2,3 拠点、と思ってて、はい、フライクのメンバーが福岡と東京に偏るんだったら別に支社いらないんですけど、地方都市って言われるところで働きたい人とかいらっしゃったりとか、自宅以外でも働きたいみたいな人がいて、じゃあせっかくならそこ拠点にしてしまってリモートワークを基本にするけどそこの支社に集まればいいじゃんっていうのも作っていこうかなと思ってて、それが今札幌と仙台を考えて、北を攻めますね。いやたまたまで札幌と仙台に新しく入ってくるメンバーがいるので、そこを拠点にしようかなと思ってるっていう感じで、他はまだ全然決めていないんですけど、とりあえず札幌と仙台に支社を作ろうかなと思ってて、支社に集まるのはそのメンバーがどういう風な働き方を望むか次第だけど、とあるメンバーは毎日行きたいですっていう人もいれば、もう1週間に1回みんなで話せればいいですみたいな感じもあるので、住所貸しのところもあればオフィスをちゃんとあるところもあると思うんだけど、支社を作っていこうかなと思ってて、来年の今頃には 2,3 拠点増えてるかもしれないなって思ってます。個人的にはあったかい方がいいので沖縄に行きたい。そうですね、沖縄、あと名古屋、あと大阪。なるほど、東名阪福みたいながバーってできれば。俺グアムとかがいいかもハワイとか遠い行きたい。でもなんかいろんなところにできるから、そこを拠点に営業拠点っていうわけではなく、例えば仙台とかだったら福島とか岩手とかにいる人たちがその仙台の拠点に1ヶ月に1回とか軽い出張ベースで行けるような拠点にしたいなみたいなところがあります。そして5つ目がノーションと。違うね、ノーションと。あ、そうなんですか。そうノーションとっていうのが福岡の人たちはイントネーション初めに置きたがるけど多分奥だよね。へえ、そうなんだ。ノーションだったと思う。ノーションとハブスポットのビジネスに参入しようかなと思っておりまして、実は2025年からずっとハブスポットとノーションにフライク投資をしてきたというか、社内のものを移行してきて、ある程度ノウハウが溜まってきているので、それをもっとブラッシュアップしていきながら、上期はしっかりと自分たちがどういうふうな使ってるかっていうのをアウトプットして、下期ぐらいからはそれでビジネスができるようにしていこうかなと思ってて、これまでセールスクラウドとかセールスソースっていうのはどちらかというと高い層と言ったらなんか失礼だけど、大企業とか IP をしてる企業があった時に、中小企業って層は 99.7% って言われてるから、中小企業はセールスフォース入れれなかった
ですね、うんただ世の中良くするっていう観点とか生産性を上げるっていう観点だったらもう少しライトなシステムを入れたいなと思ってて、それがノーションとかハブスノーションとかハブスポットとかの安価なツールの方がいいなと思ってて、フライクのメンバーも増えてきたしノウハウも溜まってきたので、そういう風なツールを地方の中小企業にも届けたいなっていうところで、そういう風なより安価なシステムに行こうかなってなるほど。思ってます。入れやすいですよね。ライセンスが安いから。ね、月額1000円とかだし、ハブスポットもね10万円かかるけど月額10万円がハブスポットの利用としてかかって3名までかな使えるけど、実際それだけでいいとお客さんは月額10万で年間120万円なので、セールソースに比べるとべらぼうに安いので、はじめちっちゃくセールスハブ入れて CRM、SFA やりますっていう形でもいいし、なのでそういう風ないろんな企業さんに対応できるようにやっていこうかなと思ってるので、この5つですね。1つ目がシステム連携組み立て図の大幅アップデート、2つ目が自社のホームページを刷新するのとオウンドメディアを作っていく、そして3つ目が大幅増員をやります。2026年の年末にはプラス10人ぐらいになっているだろうっていう計画。4つ目は支社を作っていく。今は札幌、仙台。5つ目がノーションとかハブスポットのビジネスに参入していくっていう感じのことを今は考えております。これが2025年の振り返りと2026年だったんですけど、最後にお気持ちをカメラに届けていただいて。来ましたね、無茶ぶりが。いや計画通りですよ。いやーでも我々は結構 YouTube がビジネスの真ん中にあって、お客さんを増やすっていう観点も仲間を増やすっていう観点も、結構 YouTube 経由でここまで伸びさせていただいた媒体だと思うので、なんかこの YouTube っていうこの媒体でそういう発表ができたっていうのはすごくいいなって思って聞いてました。あとは私はエンジニア、根っからのエンジニアなので1個目ですかね、システム組み立て図の大幅アップデートっていうところでいろんなツールを入れたりとか、セールスソースも一回作り変えたりとかっていうところに結構力をたくさん注ぎたいなっていうふうに思いました。来年も大変だと思いますが、2026年も大滝シンボリを筆頭にいろんなメンバーが加わりますし、2025年に入ったメンバーもいますし、そうですね、いろんなメンバーでいろんなことを挑戦していきたいと思いますので、もしこの動画を見ている方でフライクに入ってみたいなとか気になるなっていう方はぜひ我々と面談したいですし、こういう風なシステム連携組み立て図を自社にも導入してみたいなっていう方は引き続きシステム組み立てチャンネルをチャンネル登録をしていただいて、いいねもよろしくお願いしますと。で、今なんかイントネーションキモかったですよね。ごめんなさい。いいねもよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上となります。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では2025年ありがとうございました。2026年もよろしくお願いします。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。